今回の産業まとめ。委員長から大統領へ。対外向けのアピール。変化なく今年もこれまで通り。韓国国家情報院は、北朝鮮が金正恩国務委員長の英文表記をチェアマンからプレジデントに変更したと明らかにしました。これによって人民大衆第一主義に統治理念を変更し、統治システムを強化していると分析しています。北朝鮮は先月の労働党大会を通じて秘書局の復活など党組織の改変に着手し、労働党書記だった金正恩を総書記に推戴しました。この時に英語表記はチェアマンからジェネラルセクレタリーに変わっています。しかし国家組織である国務委員長の表記はプレジデントに変更され、これによって正常国家のように見せようとしていると分析されています。父であるキム・ジョンイルは国務長官という肩書きでしたが、祖父であるキム・イルソンは生前この大統領を意味するプレジデントを使用していました。ほとんどの国が国家元首や政府首脳をプレジデントと呼ぶことから、これに倣ったものとされています。最近では人民軍省の名称が国防省に変更されるなど、国際社会で一般的に使用される名称を採用しています。国家情報院はこれに加え、金正恩の健康状態について、異常兆候を見せていないとしています。1年以上姿を見せていなかった妻のリ・ソルジュについても、労働党新聞に写真が掲載されたこともあり、特異動向はないとしています。また、北朝鮮からのサイバー攻撃が極端に増加していることに触れ、新型コロナウイルス情報や治療技術を狙った攻撃もあったと明らかにしています。編集所官。今回の概要。ついにキム・イルソンに肩を並べる？気にしているのは本人たちだけ。見劣り感をなくしたかった。キム・ジョンウンの英語故障なんて究極的にどうでもいいニュースですが、何でもかんでもおじいさんの後を追いたいというのが見て取れますね。おじいさんコンプレックスですよ。まるで習近平が毛沢東の存在を超えようとしているのと同じように見えますね。本人たちは本当に必死のようです。習近平の国内でも独裁ぶりはある意味毛沢東を超えていると思いますが、今の時代はそれほど強引にことを進めないですからね。中国とて一応外から見られていることを意識しているのでしょう。こうした強烈なグランドファーザーコンプレックスの塊であるキム・ジョンウンですが、まあこれでまた一つ、祖父に追いついたというところなのでしょう。その、近隣諸国からすればかなり異常な国と映っている北朝鮮ですが、遠く離れた国々からすれば、核を持とうとするとある社会主義国家くらいでしかありません。多分、トップの故障なんて誰も気にしていないと思いますけどね。そもそも北朝鮮に興味がないし。ただ、南北や米朝で首脳会談を行った時に、対外向けには見劣り感を勝手に覚えていたのかもしれません。まあ、国務委員長というと、国務委員会のトップでしかないという風に私なんかは感じますけどね。国家元首という感じはしない。そういう意味で、永遠におじいさんを超えられないんだななんて思っていましたけどね。あの人はいわゆる国父ですから。今回のどうでもいい呼称変更ですけど、少なくともこれまでおじいさんに対する配慮なり遠慮なりがあったと思います。国内の様々な条件をクリアしてキム・イルソン超えを決意したということなのでしょう。抵抗勢力を潰したのか何をしたのか知りませんけど、そういう意味では習近平同様、国内での勢力争いに勝ち残ったと言って良い状態だと認識しています。そして振り返ってみれば、米朝首脳会談の時に、国務委員長と米国大統領という肩書きの差に違和感を覚えましたね。国務委員というのが北朝鮮では事実上政治のトップということなのですが、その委員長だけでどれほど偉いのか、引っかかるわけです。ただの委員会の委員長でしょと、海外メディアがそう揶揄していたのか昔から言われていたのかわかりませんが、そのいまいち感を問題視して、ようやく解消に乗り出したということと思います。初登場時からキム・ジョンイル死去後は明らかにどこの馬の骨ともわからない小物感満載の男でしたが、長年の支配体制維持や、負けない対外政策がいくらか評価されたのでしょうね。経済政策の悲惨な失敗は他人のせいにしつつも、自らも失敗を認めるという、これまでの共産主義国家にはなかった反省というものを見せました。そういう意味では中国よりは進んでいるのかもしれないとも言えますが、
単に隠せないほど経済政策の失敗がひどすぎるだけかもしれません。北朝鮮はキム一族の支配体制が完全に確立しているかというとそういうわけではなく、権力以上の過程ではクーデターの危機もあったと伝えられています。それを乗り越えて現在に至るという点でキム・ジョンウンには一定の評価をしています。ただ、今回の呼称変更のように、相変わらず茶番主体の国政運営を行っていて、国家が一体何のため、誰のためにあるのか未だに不明確です。現状では武力的に誰も手を出せない状態になりましたし、政権移譲時に内乱が起こらない限り、のびのびとこの茶番国家は存続していくんでしょうね。在韓米軍や韓国軍が暴走して一気に片をつけるなんてこともこの先ないでしょう。まあ、嘘でもいいから思い切ったことをしてもらいたいですけどね。そんなことを言える立場ではございませんけど。本当にどうでもいいね。これからはキム・ジョンウン大統領って呼べばいいの？呼ばなくていいですよ。誰も呼んでないし、日本のメディアもきっと呼ばないと思う。じゃあ何なのこれ？さあ、わからない。韓国メディアと中国メディアが反応しただけだから。韓国とか中国からは何か言われてないの？特別には何もないね。韓国人はロケットマンでいいとか茶化してるけど。ああ、それってトランプさんが言ってた。そうそう。あの時は完全に子供扱いしてましたよね。ああいうところで格の違いを感じますね。頑張ってた感ありましたよね。一方で中国ネットでは気持ち悪い称賛コメントがいくつかありますが、やはりこちらでもちょっとしらけていますね。どうでもいいニュースだからでしょ？そういうことだと思う。なんか全体的にやることなすこと茶番なんですよ。あの国は。なんで総書記にしないんでしょうね。共産主義は総書記が一番偉いんですよね。だからおじいさんへの配慮なんだよ。肩を並べることに気が引けてたの。そうなんだ。大げさだね。もう死んでるのに。そういう盾の糸を大切にする社会なんだよ。おじいさんのおかげで今の自分があるのは明らかだからね。あ、そっか。頭が上がらないんだ。でもそういうの良くないよね。いつまでも崇拝とか、いつまでやるんだろうね。体制が崩壊するまでやるよ。でもいつしかそれは乗り越えなければいけなくて、習近平もキム・ジョンウンもそれで苦労してるんですよ。二人は仲いいの？境遇は似てるみたいだけど。あんまり。習近平はキム・ジョンウンのこと厄介な雑魚だと思ってるよ。うわ、そうなんだ。怖いね。ゆるりん、ドッジボールっていう恐ろしい遊び知ってる？知ってるよ。基本的に小学生男子が好きなスポーツだよね。小学生の時体育の授業であったんだけど、トラウマなんだよね。なんで？顔にぶつけられた？だって人の体に大きな硬いボールを思いっきり投げつけるんだよ。男の子なんかは正面からボール受け止めたりしてたけど、私は怖くて逃げ回ってた。あんなの真面目にやってた。私なんか適当に当たりに行ってたけど。でも逃げ回るなって怒られるし、運よくボール受け止めた時もお腹に当たってブホって息が止まってすぐには動けないし、あれって今思うとパワハラだよね。あれ、胸でボール受け止めるとおっぱい変になりそうだからキャッチはしなかったよ。さっと当たって外に出て気楽にボール投げてればいいんだよ。だから頭の回転がいい私は、ゆるいボールに自ら近づいて、あれ？背中に当たっちゃったって言ってコート外に出てたよ。いや、女子はみんなそうやってたでしょ？一部の体育会系の人を除いて。そう？私は自分で要領いいとか思ってたけど。ドッジボールの授業は何回かしかなかったよね。だからあんまり覚えてないけど、嫌だって感じはなかったよ。不真面目だったからでしょ？小学生のくせに。要領が良かったんだってば。ドッジボールのせいでボール系のスポーツに恐怖を感じて、バレーボールもテニスも苦手なんだよね。テニスやったことない。あるの？あるよ。前に出会いを求めてテニス教室にちょっと行ってたんだ。へえ、でも苦手なの？サーブが一つも入らなくて試合にならないから周りから、白雪さんってやばくない？って気づかれる前にやめた。高いお金払って無駄な時間過ごしても仕方ないしね。白雪さんって何が得意なの？
スキーはすごい得意だよ。スノボはダメだけど。私はスキーもスノボもダメだ。しょぼしょぼしか滑れないし、行くたびに忘れていつも最初からやり直し。だいたい寒いの嫌だしね。他は水泳が得意だよ。クロールで1キロ休まずに泳げるんだ。私は大人になってから練習したよ。でも水泳は泳いでて飽きるよね。ずっとプールの中だと同じ景色だし。最近は全然行ってないけどね。でもやっぱりスポーツも一人でできるものがいいよね。それ、モテない人の発言だよ。うるさいなあ。だからスイッチのリングフィット欲しいんだよ。